FX のトレードをする上で、エントリー前にトレードシナリオを考えることは非常に重要です。シナリオを立てておく場合と、そうでない場合では、勝率は大きく変わります。そこで今回は、FX で失敗しにくいシナリオの立て方についてお伝えしていきます。この動画があなたの成功に役立ってくれることを願っています。どの波を狙うかを確認。失敗しにくいシナリオの立て方として、まずやるべきことが、自分はどの時間軸の波を狙うかを確認することです。例えば、15分足をメインにトレードをしている場合、今現在の15分足を見て、どの波を狙っていくのかを明確にします。仮に、今現在の15分足が次のようになっていたとしましょう。この状態を見ると、上昇トレンドだった状態から、押し安値を下に抜けているので、トレンド転換をしている状態です。ということは、15分足レベルでは、売りを狙うことができるのですが、この時に狙う波を決めていきます。今回であれば、一旦レートが戻ってきてから、反転して下落する波を狙うのが、うまくいく可能性が高いです。狙う波を決めたら、次にどこでエントリーするかを決めていきます。今回だと、戻り売りでトレードをしていくので、反転しそうな場所を探していきます。それが次の場所になります。今回の場面だと、押し安値の場所と、そのすぐ上にあるダブルトップのネックになります。このどちらかまでレートが戻ってきたら、戻り売りを狙っていくことになります。これでほぼトレードシナリオは完成したのですが、より失敗しにくくするには、もう少し掘り下げていく必要があります。上や足の流れを確認する。自分がトレードをする時間軸で狙う波を決めたら、必ず上や足の流れも確認します。これをやらないと、どんなにトレードシナリオを細かく立てても、失敗する確率が高くなります。上や足の流れに関しては、自分がトレードをする時間軸の2つぐらいまで上を確認しておきましょう。今回の場面であれば、1時間足と4時間足の流れを確認します。まず、1時間足の流れを見てみると、次のようになっていました。上昇トレンドになっていますね。さらに4時間足も見てみると、次のようになっていました。4時間足でも上昇トレンドですね。つまり、売りたい人よりも買いたい人の方が多い状態なので、本来であれば買いを狙っていく場面です。そのため、無理に売りを狙う必要はないので、ここでトレードをせずに、押し目買いを狙うシナリオへ変更してもいいです。上や足の流れから判断すると、押し目買いをするとしたら、次のような感じになります。よって、押し目買いをする場合は、4時間足の赤ラインの位置までレートが戻ってくるまで何もせずに待つことになります。ただ、赤ラインの位置まで距離があるし、反転しそうな場所も多くないので、そこまで限定的に売りを狙うのもありです。さらに、15分足レベルでは、トレンドの転換もしているので、短期的に下落する可能性も十分あります。よって、15分足をメインにトレードをするなら、短期的に売りを狙っていくシナリオを優先してもいいです。その代わり、利益は大きく伸ばさずに、4時間足のサポートラインの手前で利食いをするのがベストです。では、15分足でその後の動きを見てみると、次のようになりました。今回は、ダブルトップのネックで反応して下落していきました。しかも、4時間足で見ると、次のようになりました。サポートラインの手前で反転しています。よって、15分足で戻り売りをした場合、4時間足のサポートライン手前で利食いをしておくのがやはりベストでしたね。もし、4時間足のサポートラインに来るのを待ってから押し目買いを考えていた場合は、何もせずに見ているだけで終わりましたね。このように、トレードシナリオを立てる場合は、自分がトレードをする時間軸に対して、狙う波を決めていくと余計な失敗が大きく減ります。ちなみに、今回の説明では、15分足で狙う波を決めてから、上位足の流れを確認したのですが、逆にしても問題ありません。上位足の流れを確認してから、同じようにシナリオを立てても大丈夫です。一般的にはそっちの方が主流なので、上位足から流れを確認する方がやりやすいかもしれません。これに関しては、自分にとってやりやすい方を選ぶのが一番の正解になります。より簡単なトレード場面も紹介します。先ほどは上位足の流れと下位足の流れが逆だったので、
少し難しかったかもしれません。もし、あなたが先ほどの説明を理解できたのであれば、FX での勝ちがすごく近い位置にいます。では、ここからはより簡単な場面でのシナリオを紹介していきます。今回は、上野氏と下野氏の流れが同じ状況でのシナリオの立て方になります。この場面では一般的なやり方の上野氏の流れから見ていく方法でシナリオを立てていきます。まず、4時間足で見ると、次のようになっている状態だとします。直近の流れを見ると、高値と安値を切り下げているので、下落トレンドになっています。この後に1時間足を見てみると、次のようになっていました。1時間足で見ても、高値と安値を切り下げているので、下落トレンドですよね。つまり、大きな流れとしては、下落トレンドなので、買いたい人よりも売りたい人の方が多い状態です。では次に、15分足を見てみましょう。15分足で見ても、明らかに下落トレンドですよね。つまり、上足と下足の両方が下落トレンドになっているので、狙うのは売りになります。そして、15分足でどの波を狙っていくのかというと、次のような感じになります。よって、戻り売りを狙っていくのが一番勝率が高くて、利益が伸びやすくなります。ここからエントリーをするポイントを探していくのですが、あなたならどこで売っていきますか？私であれば、次のような感じで売りを狙っていきます。まず、15分足を少し注意してみると、押し安値のレジスタンスラインがあります。しかも、直前の動きを見ると、このレジスタンスラインで反応してますよね。よって、このラインを相場参加者が意識している証拠です。もしここから上昇していって、もう一度レジスタンスラインに来て反応したら、ダブルトットになります。こうなると、下落する確率がさらに高くなるので、レジスタンスラインまでレートが戻ってくるのを待つのがベストです。上足と下足の両方が下落トレンドなので、今の位置から売ってもいいのですが、直近の流れを見ると、上昇トレンドなんですよね。だから、ここから押し目買いが入って、レジスタンスラインを上に抜けてくる可能性があります。より失敗しにくいシナリオを立てるなら、レジスタンスラインの上抜けを失敗してから売っていった方が確実です。では、その後の動きを見てみると、次のようになりました。レジスタンスラインまで戻ってきてから反転して下がっていきました。しかも、ダブルトットを作ることで、レジスタンスラインの上抜けに失敗した事実を作ったので、下げの勢いが加速していきました。このように、上足と下足の両方が同じ流れだと、迷わずに済むので、より簡単にシナリオが立てられますよね。それでいて、勝率も高くなるので、基本的には、上足と下足の流れが同じ方向の時にトレードをしていくのが一番です。ちなみに、このシナリオの立て方は、マルチタイムフレーム分析でもあるので、これが苦手な場合は、詳しいやり方を説明しているので、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。私の実際のトレードも紹介します。ここまで失敗しにくいシナリオの立て方をお伝えしてきましたが、実際に私が行ったトレードでも、シナリオの立て方を解説していきたいと思います。まず、15分足をチェックした時に、このようになっていました。大きく見ると、上昇トレンドっぽく見えるんですけど、直近の流れではレンジになっていますよね。私の場合、押し目買いと戻り売りのトレードがメインなので、狙う波としては、レンジを抜けた後の上昇か下降の波を狙っていきます。このシナリオを立てた上で、1時間足を見てみましょう。1時間足で見ると、上昇トレンドになっていますね。では、4時間足も見てみましょう。4時間足で見ると、明らかに上昇トレンドなのがわかりますね。つまり、今回のシナリオとしては、レンジを上抜けた後の押し目買いになります。このように、トレードシナリオを絞り込んだら、あとはその形になるまで待ちます。そしてこの後の動きは次のようになりました。レンジを上抜けて、レートが戻ってきました。こうなると、シナリオ通りの動きになったので、あとはエントリーをしていくだけです。私の場合は、ここから短期足に変えて、より細かくエントリータイミングを見ていきます。例えば、この場面を5分足で見てみましょう。
5分足で見てみると、レートがサポートラインに来るまでに短期的に下落トレンドになっていますよね。全体の流れは上昇トレンドなので、ここで反発してから入ってもいいのですが、より勝率を高めるために、私の場合は、サポートライン付近で下に行かない形が出るか、短期足でトレンドが転換するまで待ちます。では、ローソク足を少し進めてみましょう。5分足の戻り高値を上抜けてきました。つまり、短期足でもトレンド転換をしたので、ここからレートが戻ってきたら、買いでエントリーをしていきます。この時のエントリーのシナリオとしては、まずは戻り高値での押し目買いでした。でも、戻り高値での押し目買いだと、直近の上昇に対して、私からすると押し目が浅すぎたんですよね。だから、戻り高値の下にもサポートラインを引ける場所があったので、そこまで戻ってきたら買いたいと思っていました。しかも、よく見ると、逆三尊の見方にもなるので、より反発しやすくなると考えていました。それではローソク足をもう少し進めてみましょう。狙っていたゾーンまで落ちてきました。あとは、ここで反発しだしたら買いでエントリーをしていきます。では、ローソク足を1本進めてみましょう。陽線が出たので、この次のローソク足でエントリーです。この時の損切り位置は、サポートラインを下に抜けた場所のマイナス20キップスでした。利食いに関しては、全体の流れが上昇トレンドの上に、直近の高値を更新したら、その上に目立ったレジスタンスがありませんでした。だから、切り板手前のプラス70キップスに設定しました。では、その後の動きを見てみましょう。エントリー後はいい感じで伸びたのですが、途中で戻ってきてちょっとヒヤッとしました。それでも上昇トレンドだったので、なんとか耐えて上がってくれて、利食いができました。以上が、実際に私が行ったトレードになります。ここまで3つのトレードシナリオを紹介してきましたが、どうでしたか？もし、何の問題もなく理解できたなら、今の時点であなたには、すでに FX で勝つ力が備わっている証拠です。もしかしたら、普通のシナリオの立て方でつまらなかったかもしれません。でも、この普通のシナリオの立て方でも、安定して勝ち続けることができます。もちろん、損切りになることもありますが、余計な損切りが大きく減るので、変な失敗はしないトレードシナリオの立て方になります。むしろ、これぐらいシンプルに考えた方が、変に迷いも出ないので、失敗しにくいです。もし、これ以外にもトレードシナリオを立てた例について見てみたい場合は、この動画も参考にしてみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。トレードシナリオは複数考えるべき？ここまで失敗しにくいトレードシナリオの立て方についてお伝えしてきたのですが、トレードシナリオっていくつか考えた方がいいの？なんて質問をもらうことがあります。これに関してですが、複数考えておいた方がいいと個人的には考えています。なぜなら、シナリオが一つだけだと、その動きになると信じ込んでしまい、シナリオ以外の動きになった時に対応が遅れてしまうからです。だから、いくつか動きのシナリオを考えておくと、変に相場の動きに惑わされずにトレードをすることができます。例えば、先ほどの私のトレードだと、シナリオは一つしか紹介しませんでしたが、実際は3つほど考えていました。まず1つ目が、実際にトレードをした、レンジを上へ抜けた後の押し目買い。次は、レンジを下へ抜けた後の4時間足のサポートラインで押し目買い。さらにその次は、4時間足ダブルボトムのネックで押し目買い。主に、この3つのシナリオを立てていました。これ以外の動きになって、トレードチャンスが来なかったとしたら、また同じ感じでシナリオを考え直して、あとはひたすら待ち続けます。こうやって、いくつかシナリオを立てておけば、その場であれこれ考えるよりも、ずっと落ち着いてトレードができます。そのため、シナリオを立てる際は、2つか3つぐらい考えておくと、変な失敗をしなくなります。ちなみに、シナリオを立てながら1ヶ月間トレードをした時の解説動画があるので、よければ参考程度でいいので見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。まとめ。FX でトレードをする際に、シナリオを考える場合は、全体の流れを確認する。どの波を狙うか決める。といった感じで、シンプルな方法で十分です。そっちの方が迷いも出ないし、
失敗しづらくなります。それでいて、安定したトレードができて、結果も出やすいので、まずは難しく考えずに、シンプルにやっていくのがおすすめです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。